こんにちは、ゆずきゆかりです。こんにちは、オートダビングってすごいね、キズナあかりです。すごい技術ですが、特定の発言をなかったことに加工できることが少し恐ろしくもあります。ああ、こういうこと？ええ。もう、これを音声でもできてしまうのですね。まあ、英語版の視聴数は少なかったですけどね。それでも、視聴者がいただけ良かったですよ。では、作戦パートに移りましょう。では、ベルギー&オランダとの戦争について、後半パート開始後に、すぐ開戦しますか？いや、すぐに開戦とはいかないようです。こちらご覧ください。イギリス勢力圏の脱退で、決裂していると思いきや、バッチリ参戦予定です。なるほど。結局対イギリス戦は避けられないのですね。最終的に、チーム分けは、どんな感じになります？多分こんな感じですね。フランスの参戦で、フランス国境が使えると、ベルギーへの侵攻が楽ですね。ただ、今回の世界戦は、フランス革命によって、一度、フランスとの外交がリセットされていて、フランスを味方に引き込めるかは、まだ未知数です。世界大戦レベルの戦争になりそうですが、開戦時期の目安はありますか？はい、軍隊をアップデートして、このくらいになったら仕掛けてもいいかなと。なるほど。条件達成まで、かなり時間が必要ですね。では、開戦準備中の領土拡張はどうしますか？そうですね。悪名0だともったいないので、悪名25以下をキープしつつ、領土拡張しましょう。具体的にどこを狙いますか？アフリカ方面は、もう手遅れ感がありますが。今から狙うなら、ラプラタとかなんですかね。なるほど。ランファンを獲得するために、いずれ、大神とは対決が必要ですしね。はい。ただ大神と戦うにはまだ準備不足なので、先にラプラタから着手します。後半の方針は決まりましたね。では、実況パートを開始してください。では、後半の実況を開始します。収支は、マイナス 40K。まずはここからテコ入れですね。ガラスと工具、発動機、そして紙が高騰しているのが、政府支出増加の原因かな。金鉱山の建設の間に、不足品の建設を挟んで、市場価格を安定させます。お、紙の高級品、クラフト紙の製造が始まりました。ガラスと工具の増産を続けます。発動機の建設も追加します。工具の生産量を増やす、下流を研究予約に足しました。人権の研究が完了。いろいろ法律がアンロックしました。そして、女性の財産権の法改正も成功。さて、次の拡張先のラプラタとカナンに関心を設定しておきます。後回しにしていたスールーとマギンダナオもそろそろ獲得しても大丈夫でしょう。そうだ、さっきアンロックした義務諸島教育の法改正をやっておきましょう。軍隊の動員を始めたので赤字が増えちゃいましたね。仕方ないので一旦増税します。竜三段砲がアンロック。やっと砲兵が騎兵より強くなります。戦争の進捗はマギンダナオに上陸中。スールーにも宣戦布告済みです。マギンダナオに勝利。スールーは屈服しました。取り残しの州ができちゃいましたね。よし、鉄骨建築物がアンロック。建設速度が上がります。でも、建設局をアップグレードするには、先にガラス不足を解消しないとね。ダイナマイトがアンロック。爆薬も増産しないと、忙しいね。もうすぐ、下流で工具の生産を増やせますね。鉄鋼と肥料の生産を増やす研究を追加しておきます。よし、義務教育の法改正が通った。教育のレベルをマックスに上げます。そして、次の法改正は移住規制なしです。これ、労働者が強くなると通せなくなりますからね。もう増税を終わらせても大丈夫かな？ OK、通常税率で進めましょう。よし、課税キャパシティの改善で完全に黒字化しました。コムの製法がアンロック。工具不足も解消です。そして移住規制の法改正も成功。では領土拡張を再開しましょう。今の艦隊数のままでは上陸に失敗するので艦隊規模を拡大します。そしてガラスの価格も下がったので少しずつ建設局をアップグレードしていきましょうか。アルゼンチンにはイギリスが介入してきます。チリ、ペルー、エクアドルも同様でした。
残念ですが、アメリカ大陸への進出は諦めます。ラプラタの当てが外れたので、外資への拡張に予定を変更します。まずは、外交官の追放と関係破壊で、関係を中立まで下げましょう。それでは、ランさんの制服で宣戦布告します。インドシナ戦線には、徴兵129大隊をつけた54大隊を派遣して防衛します。戦争中の法改正を進めておきましょう。言論の保護に挑戦します。本土防衛は海軍だけで十分かな。残りの陸軍は、すべてランファンに投入します。悪名25以下をキープする作戦でしたが、取れるだけ請求しました。その、我慢できなくて、開戦しました。2つの戦線、どちらも問題ないですね。先にランファンを征服して、インドシナに転身する作戦です。開戦も優勢ですね。ランファンの征服が完了しました。全軍、インドシナに派遣します。もう勝ちは確定ですね。あとは放置して、内政の作業に戻ります。勝利です。停戦期間が終わったら、またカナンを侵食していきましょう。はい、戦後の経済立て直しタイムですね。基本的にやることは同じなので、巻きで進めます。言論の保護の制定が成功。研究速度がアップします。奴隷制禁止は、地主が 10% 以下になるのを待つべきですが、やっちゃいます。では、赤字対策の建設を続けます。鋼材が足りてないので、伐採所の生産比率を調整しましょう。来たか、奴隷制支持の革命。法改正は順調だから、このまま突き進みます。奴隷制禁止の制定に成功。改革イベントを完了させました。法改正が終わっても、革命が止まりませんね。まあ、地主を主流派に落とせば立ち消えるでしょう。介入主義で資本家を強化します。摩天楼を建設中です。オランダとベルギーから奪うから合計3本になります。やっと赤字から抜け出したと思ったのに、ここで大噴火イベントです。緊急増税が必要な大赤字ですが、これ増税したら 100% 超えるよね。非主流派に落とすまで、残り 1. 何%か。もうしばらく増税なしで耐えます。もう、内戦の進捗を強制的に増やす、外れのイベントが出ないことを祈るしかないです。多文化主義を求める運動に変化しました。この運動なら対処可能です。それでは、緊急増税で借金増加を防ぎます。よし、介入主義の法改正が終わりました。あとは、多文化主義の制定を始めれば、革命も沈静化して解決するはずです。消えました。噴火のデバフも、だんだん減衰してきましたね。増税を一段緩めてみます。摩天楼が完成。スールーの取り残しも征服しました。もう税率を戻しても平気かな？ちょっとマイナス多いけど、デバフの減衰で回復中だから、このまま様子見します。そして多文化主義、制定できました。そろそろ、労働者を強化しましょう。普通選挙に挑戦します。独立の準備も進めないとね。フランスと同盟と独立支援の条約を締結しました。で、早速フランスから参戦要請です。アメリカ戦じゃないですか。ちょっと厳しいですよ。ただ働きにならないように、急いで、セネガルに関心を張ります。ニジェールに部隊を移動させておきます。リベリアを占領すれば働いた船ができるはず。フランスが全部戦争目標に入れてるから、リベリアの条約等しか請求できないね。開戦しました。では、リベリアに上陸作戦です。この後は、リベリアを守っている感じでサボります。よし、リベリアを占領しました。意外とあっさり終戦しました。長引かなくてよかった。ちょっぴり領土が増えました。さて、まだ独立戦争を仕掛けるには準備不足かな？次は、もう一度、大秦との戦争を行います。先ほどの戦争中に、民間船を蒸気船に切り替えました。発動機と石炭がちょっと不足気味ですね。戦争前に、不足品を建設予約に積んでおきます。黒字なので、大学も追加しておきます。普通選挙、失敗でした。制限選挙で再挑戦します。そろそろ、すべての建設局をアップデートしてもいいよね。では、
大震との2回戦目です。陸軍を再編しようとしたんですが、なんで船が混じってるの？ユニットの削除もできなかったので、諦めてそのままにしておきます。船といえば、そろそろ第2艦隊も作らないとね。宗主国から支援の申し出ですが、分け前が減るのでお断りします。フランスからも支援の申し出ですが、同様にお断りします。開戦しました。カナンの沿岸部を丸ごといただきます。戦線は一つだけ、現在は復興していますが、継戦能力はこちらが上なので、のんびり待ちましょう。文明化の使命がアンロック。あれ？これを待ってから開戦すればよかった？そうだ、悪名現象を加速させるために、南アメリカ諸国をライバル指定しておきます。フランスさん、こちら戦争中ですので、ちょっと参戦要請は勘弁してもらえませんか？さすがに強制じゃないのね。断るとすぐ次が来るから、既読スルーします。はい、2通目は恩義です。これも既読スルーで。制限選挙、制定成功しました。そして企業枠も獲得。次は規制期間にしましょう。死亡率を下げないと人手不足になりますからね。よし、参戦可能期間を乗り切りました。優勢だけど、必要種を占領できていないので、目的地を設定します。待っている間に、企業を設立します。今度は、工具の会社にしました。新しい医療オプションがアンロック。更新するのは終戦後にします。勝利です。沿岸部を抑えたので、これで他国は侵略しがたくなりましたね。大きな未編入州を複数手に入れたせいで、終戦後の赤字がいつに増してひどいですね。州の編入コストが2000超えてますが、赤字覚悟で編入開始します。行政力がマイナス7000超え。まずは行政府の建て増しからですね。獲得した州の行政府、全然足りてないですね。でも、建設デバフが大きいから、既存の編入州に行政府を作ります。仕方ない、また緊急増税します。これでも足りないね。ピンチかも。でも、行政府を作った分だけ、確実に赤字が減ってるね。なんとかなりそう。ちょっと建設デバフが減ってきたカナンの州にも、行政府の追加を始めます。赤字が 100K 以下になったので、なんとか持ちこたえられそうです。規制期間、制定成功しました。次は、いよいよ保険です。また行政力が足りなくなってしまいそうですが。自走式魚雷がアンロック。軍事ツリーはもうすぐティア4ですね。発電まで予約しておきました。よし、最大課税かつ給料減額中ですが、やっと、収支がプラスに転じました。次は、カナンの州に合裁所を建設してみます。強制参戦要請です。赤字を解決できていないのに。同盟維持のため参戦します。ドイツに戦争目標を設定すると、独立戦争時に確実に報復されるので、請求するのはペルーの州にしておきます。東京健康保険、制定成功です。商業化農業の制定を始めておきます。まずはペルーを落として、自分の戦争目標は達成させておきます。上陸戦は問題ないですね。ハノーファーに送った防衛軍もちゃんと働いてますね。ブラジル軍による首都上陸は海戦で撃退できてます。戦争は大丈夫そうです。赤字対策を進めておきましょう。おっと、ペルーの戦線が2つに分かれていたので上陸部隊を分割します。おや？オランダ対大震ですね。嫌な予感はしますが、目の前の戦争を片付けないと。発電所、アンロックです。借金の返済が終わったら建設しましょう。よし、戦争中でも、収支がプラスになってます。財政破綻は免れましたね。オランダ対大震に、強制参戦させられました。やばい。国境が無防備だ。我が軍の主力は、まだ、フランスとペルーにいるので、首都防衛隊を国境に向かわせます。フランスの戦争が終わるまでは、劣勢ですが、首都防衛隊で戦線を維持するしかないです。最初無防備だったせいで、国境付近が荒らされてますが、なんとか食い止められました。よし、どっちが勝ったのかわからないけど、とにかく毒物戦が終わった。ヨーロッパから期間中の部隊が、
陸路で他国上を移動しているので動員できてない。よし、なんとか全員到着して優勢になったよ。商業か農業の制定に成功。とりあえずピンチは脱しました。でもこれってただ働きですよね。しかもオランダの出兵は少なくてほとんど戦ってるのは我が軍じゃないですか。絶対に許さない。この戦争が終わったら目に物見せてやる。開戦可能にするためにまずは政権の指示要請で関係を下げます。あとは関係悪化も始めておきましょう。はい、終戦しました。ただ本当の戦争はこれから始まるんですけどね。さて、当初の計画ではベルギーから先に倒して独立と同時にネーデルランドになる予定でしたが、予定を変更して今すぐオランダと戦うことにします。まずはドイツに根回し、相互投資権と独立保障の条約を締結します。そしてオランダの外交官を追放。これで開戦可能になりました。そして各地の国境防御のために小規模の軍を複数準備しました。医療オプションも更新しましょう。よし、準備完了です。では独立戦争を始めましょう。一旦各部隊を戦線に配置します。フェーズ2終了時点で敵の配置を見て再調整します。おっと、軍人の給料を戻しておかないとね。そろそろ追加要求を設定しましょうか。ラインの3州を請求したら悪名が98、ギリギリでした。相手の要求はリベリアなのでリベリアに防衛隊を配置しないとですね。敵軍が西ニューギニアに集まっているので海軍でモルッカ海を封鎖します。戦力配分の見直しで西ニューギニア軍に兵を追加します。砲兵部隊は敵首都狙いに配置返します。激戦地の軍には砲火物資を配布しましょう。おっと、ワインの生産がありませんでした。ペルー産ワインを準備します。さあ、開戦です。敵首都を陥落させ早期決着を狙います。よし、海上封鎖で敵の組織力は半減してますね。リベリアが上陸されてたので条約根で待機していた軍で奪還します。封鎖の効果が出て優勢になりました。敵首都占領ももうすぐです。あとは最初に見捨てた東郷を奪還しないとね。アフリカでの上陸作戦用に第3艦隊の建築を始めます。カナンとチベットの占領が完了。敵首都の制圧も終わりました。リベリアの防衛に援軍を追加して第3艦隊で東郷奪還の上陸作戦を開始します。奪還完了。そのままオランダ領東郷を占領します。よし、敵のスコアがマイナスになりました。すべての条件を飲ませて和平します。よし、敵首都の征服と独立を成し遂げました。国家ランクは列強3位に上昇しました。さて、独立後に最初にやるべきことがあります。一体何だと思いますか？答えは条約の再交渉です。まず、フランスと同盟を組んでいると定期的に独仏戦にお呼ばれするので再交渉で同盟を外します。代わりに投資権と貿易特権を要求しました。これで条約をアップデートします。次は日本です。投資権と貿易特権を追加要求します。イギリス産にも貿易特権だけ追加でお願いしました。この後の流れですが、悪名が減るのを待ってベルギーを征服しネーデルランドになって完了です。悪名が減るのを待つ間は少々退屈なのでバッサリカットしてベルギー戦に行きましょう。ではベルギーを征服します。敵の援軍はオーストリアと日本だけですね。悪名が減るまでの間に元オランダ州に守備隊を2つと砲兵部隊を1つ追加しておきました。援軍がオーストリアと日本だけならこれだけで足りちゃいそうですね。艦隊も4つに増やしておきました。ベルギー、オーストリア、日本の封鎖と本土防衛だからちょうど4つで足りますね。自由に動かせる艦隊も必要かな。開戦までに追加で2つ艦隊を建造します。開戦です。ワロンを追加で要求しています。優勢ですね。イギリス海峡には追加の艦隊を送っておきます。特に問題なく占領が完了しました。勝利です。イギリス、アメリカ、ドイツのどれも来なかったので楽勝でしたね。さあ、これでネーデルランドを作れるぞって思うじゃないですか。でもこの世界では
ルクセンブルグが征服されずに残ってました。はい、というわけで征服します。誰も援軍には来ないようですね。何もアクシデントはなく、無事に併合しました。では、今度こそ、ネーデルランドを作成しましょう。これで、今回の動画の目標は達成ですね。国家ランクは1位に到達、GDP は1ビリオンなので、まあ成功ですよね。途中何度も増税せざるを得なかったので、反体制派は結構多いですね。比例課税の制定をもっと早くやるべきでした。今回はカットした悪名ベラシの間にやっています。この後、インドからマラヤとテナセリムを取り返すところまでやるつもりでしたが、悪名ベラシ待ちの退屈な動画になるので、今回はここまでで終わりにしますね。作戦通りにプレイしてくださいよ。いや、本来は、ラプラタとカナンを交互に侵略して、停戦期間をマネージするつもりだったのだけど、カナンしか進出先がなかったから仕方ないじゃん。まあ、取り直してたら、V1.10 出ちゃいますしね。とりあえず、無事完走したので、次は V1.10 の動画です。マッチョはいつやるんです？では、次回をお楽しみに。